いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。本日はフグの味についてお話しいたします。当店銀座姿は銀座でも数少ないフグをそのままさばいて提供することができるフグの専門店でございます。その当店オーナーでございます私がお話しするほとんど声だけの動画、夜の話と書いて夜話ですね。いつものことながら覚えていなくともどうでもよろしいお話をさせていただきます。今回はですね、食べると危ないお話というのもそんなにはないつもりでございます。お休み前にお聞きの方にはどうぞ目覚まし時計をセットしてお聞きくださいませ。何分お話がお料理の話ですので、私の話を聞いてるうちにお腹が空いて仕方がなくなったとおっしゃる方には心よりお許しをいただきたいと存じますが、当店の福ポン酢などおそばに置いていただきながらお話を聞いていただけると大変励みになります。不思議なフグの美味しさ。フグは美味しいですねとおっしゃってくださるお客様と同じぐらいにですね、フグは何が美味しいんでしょうねって、フグ召し上がってらっしゃるんですよ。それなのにそうおっしゃるお客様がたくさんいらっしゃいます。こんな食材は他にはございませんよね。例えば、豚骨ラーメンって美味しいですよね。私も大好きです。とは申しましても、豚骨ラーメンのどこが美味しさの秘訣なんでしょうね。って、そうやって聞く方。プロの方とかね、ディープなファンの方でもない限り、こういう考え方っていうのはまず聞かれないんです。早速ぐいぐいお料理のお話ししておりますが、あの、脂っこさが好きか嫌いかは別にしまして、間違いなく豚骨ラーメンの味の芯になるものというのは、肉とね、骨の間から抽出された白いスープの旨味ですよね。で、同じように、リンゴの味はどんな味というふうに聞かれたとしたら、想像つきます。甘酸っぱくてですね、シャムシャムとした食感の、感じですね。で、メロンはというと、メロン最近食べてないですね。お話を元戻します。最も申し上げたかったお話で、では、フグの味と言ったらどんな味でしょうって浮かばないですよね。で、なのに、一口食べて、フグを召し上がったことがある方、そういう方は一口召し上がって、これフグだ。そう思う味というのは、確かに、本当に強烈に存在するんですよね。で、これはね、本当に不思議と何遍出てくるかな、今日。美味しい。いや、本当にね、他にないほど美味しいんですが、どういった味がフグの味、そういう味なのかという肝心な部分がボワンとしてつかみようがない。つかめないんだけど、こっからがまた不思議というかややこしいというか、満腹になっていくうちにですね、一緒に食べているものが何でも美味しくなっちゃうんですね。で、そのうちもういいやっていう、口調は諦めたような口調ですが、本当にフグで満腹になってくると、もう味がどうだったのとかはもうどうでもよくなってくる。もう一緒にフグ食べている仲間が大好き。もう一緒にフグで話した話題も大好き。もうフグ万歳みたいな。そんなね、今回はそんなつかめそうでつかないお話をぐるぐるとお話ししてまいります。そして、だんだんとフグの味の面白さに気づいていただけたらな、と、そんな風に考えておるのですが、
今回のお話はですね、以前から私が当店ホームページに掲載しております、ブログの中のフグの味の記事というのを、こちらを元にして、ヤバにちなんだ肉付けを少ししながらお話を進めさせていただきたいと思っております。当店のフグ料理を召し上がり始めて5分。幸せがやってきますというお題。これ、すごいですね。なんかどっかから幸せの天使がやってくるような、いましたね。この金の斧と銀の斧、どちらがあなたの斧ですかみたいな。いや、こういう話じゃないんですけれども、まあ、当店で初めてお食事をされるお客様というのはですね、大抵最初の一口目で、美味しいっていう風に喜びを表してくださるお客様よりもですね、なんと申しましょうか。あの、召し上がり出してね、5分程度経った頃からですね、もうじわーっと口の角がで口角がね、上がってらっしゃるという、そういうお客様とかですね、だいたい同じぐらいにやっぱ5分ぐらい経った頃にですね、急に、お箸のペースが上がってらっしゃるお客様と、そういうお客様が、確実に多いのではないかなと存じます。これね、私ども飲食店主というのは、お客様の美味しそうになさるお顔っていうのを眺めるのが何よりも幸せなもんですから、悪い人ですね。悪い性格なものですからじっと見ちゃうんですが、どの方もですね、まるで最初は気がつかなかった幸せがですね、急にやってきたようなね、そんなお顔なさってる機会が多いです。で、そういえばですね、フグの味っていうのはですね、あの、これから、これ何遍言うかな、幸せっていうのっていう風な感じなんですが、幸せという言葉で形容されることが結構あるんですね。で、皆さんご存知の通りですね、フグは、大衆フグ店から、我々のような高級店までですね、およそ値段にしてそうですね。もう10倍で効かないですよね。もう下手すると20倍ぐらいのご予算の差がある。そういう店で広く扱われているような魚です。で、似たようなね、同じ名前がついてて、お出ししなさるお店さんで10倍以上のご予算の差があるというと、ステーキとかね、同じように10倍以上差がございますよね。で、ただ、ステーキの場合はね、大体想像つきません？どこの肉使ってます？どこ産の肉ね。どこの肉ってどこの産地かというのと、どこの場所、部位を使ってますか。シャトーブリアンですって言われると、なんだかそれ聞いただけで、素晴らしいものを食べさせてくれるんだ、みたいな、この夢が広がるとか、オス、メスの違いとか、等級ってありますよね。A1、A5、B1、B5 とかあります。ああいうですね、聞いた瞬間から肉汁がもうドワーッと出てくるような、そう並べてくれるような、そういう美味しさを具体的に形容できる言葉っていうのはたくさんございます。じゃあ、フグはね、どうでしょうかね。せっかくこの話なんで、ちょっとお付き合いいただいて、まあ、トラやフグかどうか、それ以外かっていう、ことありますよね。トラフグ以外にも美味しいフグ結構あるんですよ。ただ、トラフグがやっぱり味的には、一番やっぱ美味しいんじゃないかなと思いますね。で、それ以外には、養殖フグか天然フグか。他のヤワでお話ししましたが、フグという名前で日本近海で養殖されているフグというのはまず間違いなくトラフグじゃないかなと思うんですが、ただ同じ養殖のフグだ、天然のフグだと申し上げましても、卵はもともと1ミリもないようなそんなちっちゃいものなので、逆算していくと100グラムのフグもあれば2キロのフグもあるわけですよ。そうすると、
どこの何をどんな風に使いましたっていう風な話があっても、まあ確かに、分かった。10倍以上の予算は分かったけど、だから何みたいな、どう聞かされましてもね、あの、いわゆる高級感的には伝わるんです。ただ、あの、ステーキの時みたいにね、味がこう頭にぐおーかき巡るような、そういうその肝心な味としてはの雰囲気だと、なんとなくね、っていう風な、そういう感じ、そういうところをこう抜け出てくるような雰囲気ってちょっとないんですよね。でも、確かに仕入れる時のフグの値段っていうのは、本当にね、10倍で効かない20倍以上違うんです、本当は。で、これだけボワワンとしているんだけど、そこは20倍以上仕入れ値が違いますから、仕入れるフグをね、変えると、それで味がガクンって変わるんですよ。で、変わったんです。変わったけど、じゃあどういう風に変わってますかと私が言わなきゃいけないんですが、もうわかんないんですよ。でももう、もうじれたい。じれたいんです。ただ、そういう風な感じ。作ってる人間がこうわかんないのはしょうがないんですが、まあそこにね、あの、いきなり幸せという物差しが登場するわけです。ただ、本当にね、この不思議で、ぶっきらぼうにも、なんだかな、ぼわーんとしてるんだけど、でも、この幸せという言い方、確実にフグの味を言い当てている言葉なんですよね。で、当店にいらっしゃるご常連の方で、伺うお話で、かっこつけてるんじゃないんですよ。エチケットとして考えるとこうなってしまうというか、あの、私はフグの味はわかんないんだけどね。この店のフグを食べるとね、すごく幸せになるんだよ。で、お一人でないんですよ。こういうふうにおっしゃってくださるお客様が。面識のない方から何回も伺ったことがある。で、当然、フグの味はわかんないんだけどね、とおっしゃる方は、本当にフグ食べても味がわからないという方ではない。ご常連でいらっしゃってるわけですから、味をよくご存知のお客様ですから、ご謙遜なさってらっしゃるんだなって褒められすぎだよな、というふうに、ちょっとその辺は伺いながら、そうですかって私も恐縮するんですが、その後の、本当に幸せになってくるんだとおっしゃる、その部分ですね。その、幸せになるんだよとおっしゃってくださる方が本当に多いです。で、この他のね、当店で伺うフグの味を表現なさってくださったおっしゃり方だと、年に一回はね、食べないと寂しいんだよね、とか、こう食べてるうちにふわーってくるとかね。で、今、私どもは一日一組の営業をしてますんで、メニューの中は天然フグだけにさせていただいてるんですが、その昔、養殖トラフグ、天然トラフグでコースを2つ作ってみたことがございます。で、その時にね、おっしゃっていただいたのが、やっぱあれだね、天然の方が養殖よりも幸せの感じが強いねっていう、いや、味一緒なんですよ、フグですから味一緒なんですけど、あの、幸せ感が強いとおっしゃる方もいらっしゃいましてですね、当店のフグ料理の味を幸せに関する形容詞で表現される方というのは、もうとっても多いです。で、まあ、ね、いつまでもですね、海の上からですね、水の中の不思議話をしているような表現で続けてると、私が眠くなっちゃうかもしれませんので、なんとか具体的な感覚にできないもんかな、というのが、まあ、今日のやわのお題でもございます。さて、一体この幸せという、これどんな感覚なんでしょうかね。フグの旨味はシチュー系だというお話。以前ね、何かの記事の話なんですが、あの、和食の旨味というのは、舌先にすぐ感じられる鰹だしですとか、お茶。
などですね、揮発性のものが多いのが特徴だという、そういう記事を読んだことがございます。まあ、そう言われている和食の、代表格でもあるフグの美味しさ、フグの旨味なんですが、これ、毎日フグを調理している私がですね、僭越ながら申し上げさせていただくとですね、あの、フグの旨味の種類は、揮発性と言われている他の和食とは少々違いましてですね、うーん、あまり香りというか、キラキラとは香り立ってこない。で、むしろですね、ビーフシチューなどですね、じっくりと煮やしてくる料理に多いような、いわゆるブイヨンのような味わいではないかな、というふうに感じます。で、これを、ちょっと洒落た言い方ないがなんて私も内地へ絞っていろいろ考えて、申し上げるんですが、こう、ビーフストックっていうね、スープストックですか。スープストックの表現をちょっともじらせていただいて、言ってみるとですね、それ自体ははっきりとした味を持っていないのだけれども、ハーブやスパイスでね、輪郭を作ってあげると、俄然素晴らしい旨味を放つという、よくできたスープストックはこういう言い方をされているようなんですが、これね、フグはまさにこういう感じじゃないのかなというふうに。いや、それで、フグの漠然としながらもですね、素晴らしい旨味を幸せとおっしゃってらっしゃる、方が多いのかなと。で、そして、その旨味がですね、他でもない、日本だけの発明調味料、ポン酢ですね。こちらでよく引き出されているんではないかと。そういうのが、まさに、フグならではの特徴ではないかと私は感じます。ちょっと話を柔らかくしまして、昔のちょっと前流行りましたよね。フグ刺し1枚目隠しをして食べて、で、その後で、こんにゃくを1枚、どっちもですね、ポン酢をつけたものですが、こんにゃく1枚目隠しして食べて、で、どっちが、フグ刺しでどっちがこんにゃくだっていう当てましょうっていうテレビ番組ですね。このお話、当店の店内でお客様からですね、あれやってわかんないやついるのかねっていうようなおっしゃり方を、されたことがございまして、で、こういう時はですね、私ども接客業の必ず常道としてお約束としてですね、訪ねてらっしゃるお客様の期待をね、裏切っちゃいけないんですよ。そうですよねって答えなきゃいけないんですけども、なんかね、だったのかな、その時私ね、つい、本当に真面目に考えちゃいましてね、あの、目の前のお客様、こうおっしゃって、もじってらっしゃるにも役も承知なんですけど、思わず本音で言っちゃいまして、あれ多分私も間違えますよ、きっとって言っちゃうね。まずいですね、まずかったです。まあね、結論から申しますとね、あれは、ふぐ刺し1枚だけとか、こんにゃく1枚だけっていう風な味わい方っていう味わわせ方ですか。あれは、あの番組用に少々意地悪にしてやるんじゃないかなと思うんですよ。で、まあね、あの時せっかく話題を私に向けていただいたお客様へはですね、もう、その後なんて言ったんだっけなという感じなんですが、まあ、それはさておきまして、いや、もうね、本音で言っちゃいましたんで、しょうがない。続けますけれども、フグもこんにゃくもね、薄切りで1枚だけはじわじわ食べてくっていう、多分そういう食べ方をする食べ物ではないと思うんですね。あの、フグと、こんにゃくのですね、名誉のために、あのルールをですね、厳密にちょっと要するにだいぶ面白くなくするとですね、3枚ずつ、もう、ふぐ刺しならふぐ刺しだけ3枚、こんにゃくならこんにゃくだけ3枚、続けて食べていただければ、もう必ず見破れるはずです。で、これ、漢字でとかそういうことじゃなくてですね、あの、
一緒にポン酢につけてるじゃないですか。だから、ポン酢の味の雰囲気でね、これ必ず見破れるんですよ。で、こんにゃくはね、つけたポン酢がね、こんにゃく噛み締めると中から水が出てくるでしょ。で、出てきた水でポン酢がこうどんどん薄まっていく。スーって、口の中があいうえおのの形になっていくような、そういう感じ。で、最後ね、ゴクンって飲んじゃうんですけども、ああ、こんにゃくだなって、それでわかるわけです。で、それに対するフグはですね、つけたポン酢の方の味がね、フグ刺しを噛み締めていくと、どんどんですね、フグ刺しも噛めば噛むほど味が出てくる。で、何よりポン酢がですね、美味しい、ポン酢スープみたいに口の中で買っていくんですよね。で、こう、これをね、口の中のあっち行ったりこっち行ったりで楽しんだがもうたまんないですよね。あの、口の中の形はですね、なんて言うんでしょう。いとか、とか、横に広がったあの形ね、あんな形になってくんじゃないかなと。うん。そういう感じじゃないかなと思います。番組が成り立ちませんですね。フグの美味しさを邪魔するのは、フグ独特の匂いだというお話。これ、本当にフグって臭いんですよ。海外ではですね、2000年頃ですね、日本のポン酢が、その頃になって広く知られるようになりだしまして、で、急にね、ファンが増えました。あの、うちの国こそフグを昔から食べているんだ、なんていう、おっしゃり出した国もあるぐらいですね。あの、どこの国でもフグはうまいんだっていうふうに、言い出された頃をちょっと覚えてるんですが、その2000年頃、1998そのぐらいかな、そのちょっと前まではですね、どこの国でもですね、もうとてもまずい魚の、ワースト3とかね、もうワースト10やったら必ずフグ入ってましたね。で、確かにね、それも大変納得できる。あの、もう日本人は昔からポン酢知ってますから、フグといえばポン酢。だから、ポン酢は、当店なんかはもうフグの味に負けないように、酸味を強くとか、やるわけですよ。で、そういうね、出来上がったポン酢につけてフグを食べてる日本人の方には意外かもしれないんですが、フグはもともとですね、独特の匂いとですね、粘液。これがね、とっても強い魚です。フグをさばくシーンっていうのはどうなのかな。あの、さばき方として出していいかどうかはともかくとして、あんまね、面白いとかそういう映像ではないと思うんですがね。まあ、このフグの匂いが、ともかくそうですし、粘液がね、ベタベタ出てきますんで、で、匂いだけにします。味は、粘液はもう全部流してきれいにしちゃうので、このフグの強い匂いというのはですね、日本以外の国々では、もう間違いなくフグ食から、人々を遠ざけてきたというか、そういうフグの旨味を邪魔する、厄介者でございまして、で、例えばですね、ポン酢の材料は、みかんの絞り汁プラスお醤油ですから、そのみかんの絞り汁がなくてお醤油だけというので、フグをこうね、食べただけだとどういう風になるかと、罰ゲームのような企画を私以前動画で撮りましたけども、あの、本当にね、最初は大丈夫なんです。で、食べてるうちにね、そうですね、1、2って数える感じで10ぐらいまで行くまでのどっかで必ずね、ピンって、フグの生臭い匂いが鼻にスッてきて、その後はもう、もうって、魚臭い匂いがもう、一日、残るぐらい、鼻の奥に残るぐらい、あの、魚臭いんですよね。で、こういう傾向はですね、
良質と言われるフグ、要するに天然で、身が厚くて体が大きくてっていう、そういうフグになるほど、強くてですね、当店で扱うような最高品質というような、それをね、お客様のために一生懸命走り回って集めてくるような私の商売なんですが、そういう両形天然トラフグで、フグの中でもね、皮が一番生臭いんです。で、皮の中でももっと、トウトミかなトウトミものすごく生臭いんですけども、こういうフグの皮などはですね、あの、ポン酢なしではもうほんとそれこそもう食べられたものではないくらいに生臭く感じます。で、それほどにね、ポン酢なしのフグというのは、辛い食べ物になってしまうんですよね。ポン酢が起こすフグマジック当店ではですね、ポン酢の材料に、大分県の契約農家様、会社様の携帯取ってらっしゃるんですが、そちらからカボスを仕入れております。で、他にね、ポン酢の材料になる、要するに、酸っぱいみかんということで、柚子、橙、すだち、こんなのが浮かんでくるんですが、あの、沖縄のシークワーサーなんてのも結構いけるんじゃないかなと思います。あれ、取れる時期がね、本州の柚子や橙、すだち、九州の、そういうあたりからちょっと違う時期に取れますし、なかなかあれで、ポン酢を作ったらば、ひょっとしたらいけるかもしれないですよね。で、これらにね、共通するのは、とにかく酸っぱいことです。絞り汁をそのまま飲んだらですね、お口が、本当に何ですか面積のちっちゃくなった真ん中まとまったキューってやつですね。ああいう風にしぼーってなって、もうしばらく治らないですよね。もう酸っぱくって酸っぱくって。で、こんなのにね、醤油を足しただけではですね、あの、やっぱり他の料理にね、出し入れた時やっぱ酸っぱいんで、ですんで、市販のポン酢醤油なんていうのは、大抵はですね、いろんな料理に使っても大丈夫なように甘みを足してみたりですね、それから、カツオの出汁汁を加えたりですね、そうやって酸味を少し抑えてあります。そんな酸っぱいカボスの絞り汁にお醤油を混ぜてね、で、そこにですよ、先ほどお話ししました、生臭くってしょうがないフグをですね、いいえ、入れちゃえで入れたって、誰かが入れたんですよ。で、もう一体どなたが考えついたのでしょうって文章書いてありますけど、絶対誰かが入れてるんで、入れたはずなんですが、そうするとですね、入れた本人が多分もう瞬間を思ったんでしょうね。あ、これだみたいに。それは本当に私も感じます。もうね、フグの粘液がね、コラーゲンですよね。あの、ドロドロっとしたやつが、熱を加えてもプリプリっとしてからトロットロっとしてたら、それがコラーゲンになって、で、ポン酢の酸味はそれでもってスッて和らぐ。で、ポン酢もポン酢で、香りがね、フグの匂いを、抑えてくれて、で、元々のフグのブイヨン系の旨味がね、ぐわーって出てくる。このぐわーに知らないうちに自分が喜んでしまうわけですね。これがもう幸せでなくて、何が幸せになるのかというね、あの、ちょっともう、後の、動画で私言ってましたけども、出会いもんと言うんですか。京言葉だそうです。未だに私このイントネーションわかりません。食材同士が手を結ぶという言い方をよくするんですが、もう、食材同士がうまく手を結んでくれた時ね、もう私が何にもしないでも、どんどん美味しいが出てくる。これがね、お口の中で起きるっていう、これがフグなんですよね。もう、フグが美味しい。ポン酢が美味しい。一緒のお野菜も美味しい。みんな美味しい。もうご縁石ももうどんどんドミノに包まれてきますから、もうお互いの見るお客様のお顔がどんどん笑顔に変わる。
これがですね、当店のご縁席でよく起きるフグマジックと私が呼んでいるだけなんですが、もうこれマジックでなくて何でしょうね。あの、私が大好きな、京都の、陶芸家さんが書いてる本で、河合勘次郎さんっていう方なんですが、鳥が選んだ枝が待っていた鳥というのがございまして、この方、宗像志功さんの心の中のお師匠さんということでですね、昭和40年、42、3年の頃、もうちょっと前なのかな、河合勘次郎さんと宗像志功さんで二人が並んで、インタビュー受けてらっしゃるのがございまして、本当にこのお二人、呼び合うように一緒にいらっしゃるような、素晴らしい方たちだな、一度お会いしたいおじいちゃんたちだったな、なんて私は思うんですが、すいません、話が元にフグに戻します。フグのためのポン酢。もう、ポン酢が生きるフグでございます。こういう、こういう出会いの楽しさを味わっていただけたらと存じます。フグの美味しさであるフグマジックをですね、もっと楽しんでいただくために、当店がご提案できる、召し上がり方です。これは、どのお店さんでもご自分が一度ね、いらして美味しいなと思ったらば二度目以降、あの、いらっしゃって工夫なさってよろしいんだと思います。では、順々に申し上げますね。まずですね、フグ刺しです。フグ刺しお好きな方はね、1枚目よりも2枚目のおかわりのフグ刺しの方が断然美味しいです。これ、当店でもお客様が実際に本当におっしゃっています。だいたい召し上がり出してから5分してフグマジックが起きる。幸せがやってくる。さっきおっしゃって、私が申し上げましたね。天使がやってくるってあれです。で、フグマジックが起き出した後のおかわりですから、もう、美味しさのドミノがどんどん口の中で、こう、繋がっていってますから、それが起きる前よりも美味しいという、そういう風に思っていただいてよろしいんだと思います。ちょっとね、眠い方すいません。こちらに最初から2人前ずつフグ刺しを盛り込んだ豪華版の写真も、え画像としてお出しさせていただきました。こういう風なのも大変好評でございます。さて次ですね。お雑炊にかけるポン酢は、お鍋で使っていたポン酢を入れた方が美味しいです。どうぞどうぞおしゃれでないかもとかね、お気になさらずに、お鍋のポン酢にね、フグ出汁がたっぷり出てますから、あの、これをお雑炊の上にこうかけて、当店で最後に申し上げますけど、かけたお鍋で使ったポン酢がね、なくなっちゃったとか、薄まってしまってるなっていう部分を、ちょっとだけ、足しポン酢で新しいポン酢入れてくださいっていうふうに私申し上げます。この方がね、美味しいんです。本当に美味しい。で、出されたものをきちんと食べきるという意味合いではですね、日本のマナー上も歓迎されるやり方です。トラフグの養殖と天然の味の違いは幸せの違いだと。で、先ほども申し上げましたけども、当時、天然と養殖と2つコースを出していた時にですね、未だにそうなんですが、天然と養殖の違いって何っていうふうに、よく店内でご質問を伺うことがございます。で、例えばね、タイとか、うなぎとか、養殖の方が、で今、最近マグロも養殖出てますよね。で、養殖マグロ全身中トロだそうで、これね、美味しいですよね、中トロね。まあ、赤身が好きな方にはかわいそうな、あれかもしれませんけれども。日本人っていうのは、飽くなき探求心の塊ですから、今年養殖に成功したというと、何年かすると、どんどん養殖の味は良くなるんです。だから、フグ養殖も、どんどん、
やり方が変わっていきまして、だから、最初の出だし、何十年か前に養殖成功してるわけで、その頃の養殖トラフグよりも今の養殖トラフグの方が確実に美味しいんだと、それは断言できます。で、その上で申し上げるんですが、これ、文章にこれ横に書いてある私個人の僭越な意見ですが、同じ種類の魚なので密質の硬い柔らかに違い、そうです、あります。硬い柔らかに違いはあるんですけども、お口に入れた時の最初の味というのは同じです。ほぼほぼ同じように感じます。で、あの、天然の方がね、硬く仕上げることはできます。まあそんな風な違いなんですが、肝心なのは召し上がって食べ出してから5分をするとですね、やっぱりね、天然を召し上がる方の方に、この圧倒的に幸せっていうのが来ているなあっていう、そういうお顔になってらっしゃるのを私よく拝見いたします。フグは人が美味しくする魚です。釣り物でね、東京湾でもフグ釣れますから、フグを手に入れる、フグ釣ったんだよっていう風な、そういう風なお話が最近、だいたいね、春先から夏の頃になるとフグ、話が出てくるんです。で、今年もやっぱり、フグを手に入れたという風なお話が目立ってまいりました。で、これでですね、あえてです。いつも私は素人さんがフグ手に入れたら危険ですよというふうに言ってるんですが、ちょっとこのお話をしたいのです。そのあたりはしょって味のお話だけをさせてください。味のお話が一番大事なんですが、釣りの獲物で来たフグというのはですね、我々料理店で出すフグには味の面では全く叶いません。これなぜならば、我々はフグの味を引き出すプロだからでございまして、もう、どうやってフグから美味しい味を引き出してくるかという、幸せになるような味に引っ張り出してくるかということを、とことん考え抜いてる人間たちの、私だけじゃないんですよ、集団なんです。で、どういうふうな集団かと申しますと、漁師さんが釣って、で、釣ってきたやつの中でフグをまず生けすに入れるでしょ。で、これはうまいやつだっていう風なやつを生けすに入れるんですが、それを、生きのいい時にですね、仲卸さんが、生けすの中から取り出してきて、美味しい時にパパッとさばくわけです。で、それもしくは生きたまま私の店に来まして、私がさばく。で、このさばき方なんですが、フグの味を生かす美味しいさばき方というのがあるんです。で、フグの免許っていうのはね、都道府県、どうあるのかなフグの免許というのはあるんです。だけど、あるのは、フグの除毒をする、そういう免許でございまして、美味しいさばき方ができるよという免許ではこれないんです。で、そんなわけで、もう一度、すいません。フグの料理を出している関係の皆様を代表させていただいて、あえて自慢をさせてください。日本の魚がですね、海外から素晴らしい。まあ、お寿司屋さんがほとんどなんですが、素晴らしいと言われているのは、この味の引き出し方、さばき方というのが素晴らしいと言われているのでして、フグはですね、生きたままのフグをそこから、美味しくさばいて、そうやってまた熟成の仕方。で、その上で何日経ってからこうやって、もう味の引き出し方がいっぱいあるんですね。人が美味しく作っていく、そういう魚なんです。では、当店がやっている、泳いだフグから美味しくさばき方ですね。絶対に秘密です。これは多分私が、棺桶に入るまでの間、よそのお店さんには言わないだろうな。そんな感じですね。とても不思議で他にはないフグの旨味。本日も長々と、申し上げてまいりました。何とも表現の仕方が思い浮かばない
フグの美味しさでございます。幸せとは何とも粋な表現だと存じます。私はね、料理人ですので、この幸せの言い方を、例えばあえて何度も混ぜ返して旨味に行ってみたり、表現をね、申し上げ直したりする、いろいろ工夫するわけなんですが、やっぱり不思議でとっても強い、そういうフグの旨味でございます。よろしければぜひ、銀座姿でその味をお確かめいただいたいと存じます。本日はどうもご視聴ありがとうございました。